農道のポルシェ中古ドア交換。この軽トラ、左のサイドパネルとドアが変形しているのだ。 DIY で直せるの？左ドアを DIY できれいに直すのは難しいわね。ドアのフロント側、鉄板の硬い部分が折れているからよ。そうなの？ DIY では直せないってこと？でもとても良い方法があるの。どういうこと？程度の良い中古ドアに交換すれば板金塗装なしできれいに直せるの。わかったのだ。僕、早く動画を見たいのだ。ドアの開閉は正常です。ルーフパネルとの隙間を確認しましたが、ズレはありません。リアピラーとの隙間も確認しましたが、こちらもズレはありません。ドアラッチとドアストライカーの噛み合いも正常です。車体側の骨格部分に変形や損傷はありません。この状態ならドアを丸ごと交換するだけで直せそうです。右側のドアを開けます。この車はリアピラーにコーションプレートがあります。カラー番号は 59M フロストホワイトです。ヤフオクで落札した程度の良い中古ドアです。年式型式カラー番号を確認してから落札しています。ドアなどの大型部品は個人宅に配送できず、営業所止めになると思います。このドアにはスピーカーがついていません。へこんだドアにはスピーカーがついているため、後で中古ドアに付け替えます。車体に取り付けてからでは掃除しにくいドアの内側を洗浄します。中性洗剤とスポンジでホコリ汚れを洗い流します。頑固な黒ずみ汚れが残っています。マジックリンをスプレーしてブラシでこすり洗い。次はシリコン入りのコンパウンドでドアの内側を磨きます。このコンパウンドはツヤ出ししながらワックス効果も得られます。黒ずみ汚れが落ちてツヤが出ました。ヘッドライトとドアの間にあるサイドパネルにもへこみがあります。このパネルは交換せず後で修正します。フロントバンパーを外す必要があります。まずはフロントグリルを外します。内張り剥がしなどではめ込み部分を少しずつ外します。無理にこじるとフロントグリルが割れたり、塗装面やヘッドライトに傷がつく恐れがあります。左側のヘッドライトを外すことにしました。車内側からヘッドライト裏側のカバーを外します。次にヘッドライトを固定している3箇所のナットを外します。ヘッドライトが外れました。フロントパネルとフロントグリルの隙間に内張り剥がしを差し込み、少しずつはめ込みを外します。フロントグリルが外れました。クリップが割れている箇所があるため、後で新品に交換します。車内側からフロントバンパーの固定クリップを外します。片側2箇所で固定されています。フロントバンパー中央下の固定ボルトを外します。あとはフロントグリルで隠れていた3本のボルトを外せばフロントバンパーが外れます。フロントバンパーが外れました。サイドパネルを外す前にへこみを修正します。サイドパネルの内側から手で押してへこみを戻しました。少しへこみが戻りました。
ドアを交換してからもう一度修正します。サイドパネルを固定しているネジを2箇所外します。車内側からネジを1箇所外します。サイドパネルを上にスライドさせると外れます。ウインカーランプのコネクターを外します。これで左ドアを外せる状態になりました。アッパーヒンジとロアヒンジの固定ボルトを外すとドアが外れます。ドアを外す前に車内側からドアに入っているスピーカーケーブルの接続を外します。ドアの内張りを外します。インナーハンドルの固定ネジを外します。ドアグリップの固定ネジを外します。レギュレーターハンドルは固定クリップを外します。クリップをなくさないように注意。外したクリップはレギュレーターハンドルに装着。内張り剥がしでドア内張りのはめ込みを少しずつ外します。内張りが外れました。ドアスピーカーを外します。続いてスピーカーケーブルを固定している2箇所のクリップを外します。ドア内側のグロメットを外し、スピーカーケーブルを引き出します。次はドアの下側にジャッキをかけます。傷防止のためジャッキとの間にスポンジなどを挟んでおきます。ドアはかなり重いためジャッキで支えながらヒンジのボルトを外します。アッパーヒンジの2本のボルトを緩めます。ロアヒンジの2本のボルトを外します。車内側ドアチェッカーの固定ボルトを外します。本来はヒンジを緩める前にドアチェッカーの固定ボルトを外しておきます。ドアの上部を手で支えながらアッパーヒンジのボルトを外します。左ドアが外れました。フロントピラーなど骨格部分に損傷や変形はありませんでした。ドアを取り付ける前にフロントピラー周りを掃除します。汚れを拭き取ってからシリコン入りのコンパウンドで磨きました。汚れ落としと同時に塗装面の保護もできました。中古ドアをジャッキで支えます。ドア上部を手で支えながら位置を合わせ、アッパーヒンジの2本のボルトを仮止めします。次にロアヒンジの2本のボルトを仮止めします。元のドアヒンジの取り付け跡を目安にドアの位置を調整します。ジャッキでドアを少し持ち上げ、ヒンジを元の位置に合わせます。取り付け位置があったところでヒンジのボルトを仮締めします。車内側ドアチェッカーの固定ボルトを取り付け締めます。ドアの開閉状態を確認します。ドアラッチとストライカーに少し引っかかりがあるためストライカーの位置を調整します。一般的によく使う2番ではなく一回り大きい3番のプラスドライバーを使います。このネジはかなり硬く締まっているためドライバーだけでは簡単に緩みません。今回はメガネレンチをかけられる3番のプラスドライバーを使用します。ドライバーをしっかり押し付けながらメガネレンチを反時計回りに回して緩めます。ドライバーをしっかり押し付けずに回すとネジが舐める恐れがあります。
ネジを少し緩めた状態でストライカーをゴムハンマーで軽く叩き位置を下げました。ストライカーのネジを仮締めします。ドアを開閉して確認します。ドアラッチとストライカーに引っかかりなくスムーズに閉まるようになりました。次にドアとリアピラーの高さを確認します。段差はなく問題ありません。続いてドアとリアピラーの隙間を確認します。隙間は均等で問題ありません。ドアの位置調整ができました。仮締めしていたストライカーのネジを本締めします。続いてアッパーヒンジとロアヒンジのボルトを本締めします。次にドアの内張りを外します。防水ビニールを破らないように注意しながら剥がします。ドア内側の丸いシールを剥がします。グロメットにシリコンスプレーを吹きつけ、スピーカーケーブルをドア内部に通しグロメットをはめ込みます。続いてスピーカーケーブルの固定クリップ2箇所はめ込みます。次にドアガラスを外して普段掃除できない部分をきれいにします。まずは内側のウェザーストリップを外します。続いてガイドチャンネルを固定している2つのナットを外します。ガイドチャンネルが外れました。ドアガラスをレギュレーターから外し、ガラスを斜めに傾け外します。ドアレギュレーターも外すことにしました。固定しているボルトを4本外すとレギュレーターが外れます。ドアガラスとレギュレーターを組み合わせています。レギュレーターハンドルを回すとレギュレーターが作動し、ドアガラスが上下に動きます。ドアガラスの下側は普段掃除できない部分です。ガラスクリーナーでドアガラス全体をきれいにします。ドアガラスのレール部分にウレアグリースをスプレー。ドアレギュレーターの可動部分にもウレアグリースをスプレーします。ドアレギュレーターをドアに取り付けます。次にドアガラスを斜めに傾け、ドアの内部へ差し込み、レギュレーターに取り付けます。ドアガラスの作動を点検します。ガラスチャンネルにシリコンスプレーを吹きつけます。ガラスの動きが軽くなりました。キーシリンダーにキーは入りますが回りません。元のドアのキーシリンダーと交換する必要があります。サッシを外します。キーシリンダーとドアラッチをつないでいるロッドを外します。キーシリンダーを固定しているリテーナークリップを外します。キーシリンダーが外れました。元のドアからキーシリンダーを外します。キーシリンダー内部にパウダー潤滑剤をスプレーしました。キーシリンダーをドアに取り付けます。リテーナークリップで固定してからロッドを接続します。最後にドアロックの点検をします。ナット2つを外し、アウターハンドルを外します。アウターハンドルの取り付け部分に錆が出ています。アウターハンドルで隠れていた部分を掃除します。表面の汚れを拭き取ってからコンパウンドで磨きます。次にドアミラーを外します。カバーを外し3本のネジを外します。ドアミラーで隠れていた部分を掃除します。
左ドア全体を洗浄します。水分を拭き取ります。ガラスチャンネルの一部を外します。ゴム部品にバフが接触すると白くなるため対策をしています。ウェザーストリップにマスキングテープを貼ります。ダブルアクションポリッシャーに細めのウールバフを装着。コンパウンドは 3M のハード 1L、 ごく細め。まずはドアバイザーから研磨します。細かい傷が消えてクリアになりました。続いてドアの塗装面を研磨します。ピカピカツヤツヤになります。このドアは塗装がツヤ消しガサガサになっていませんが、全体的にツヤが鈍くなっています。研磨して塗装表面の細かい傷を取り除き、ツヤを復活させます。アウターハンドルを取り付けます。次にドア内側の塗装面の傷と汚れを落とします。コンパウンドを塗り込み、ポリッシャーで研磨します。塗装面はピカピカ、ほとんどの傷が消えました。一部の深い傷は残っています。元のドアから取り外したスクリューグロメットをドアに取り付けます。ドアスピーカーを取り付けます。サッシュを取り付けます。ウェザーストリップを取り付けます。最後にドアの内張りを取り付けます。ドアヒンジ部分にウレアグリースをスプレー。サイドパネルを取り付けます。外側2箇所のネジを取り付けます。車内側から1箇所のネジを取り付けます。サイドパネルがドアと同じ高さになるように調整します。現状ではサイドパネルがドアより低い状態です。ファンベルトの張り調整などに使用するプライバーです。傷防止のためグリップ部分にクロスを巻きつけました。プライバーを使って内側から押し出し、へこみを戻します。サイドパネルとドアの高さがほぼ同じになりました。サイドパネルに擦り傷があります。ごく細めのコンパウンドと細めのバフを使用して研磨します。塗装面にツヤが出て擦り傷が目立たなくなりました。次にドアミラーを取り付けます。黒い樹脂部分が白っぽく劣化していますが、後日専用スプレー塗料で補修します。ヘッドライトやバンパーで隠れていたフロントパネル周りの汚れは後日徹底洗浄します。左ドアの交換作業が終わりました。僕、中古ドアに交換するだけでここまで綺麗に治るとは思わなかったのだ。そうね、骨格部分の損傷がなかったからドア交換だけで直すことができたのよ。同じカラー番号のドアならそのまま使えるの？同じカラー番号でも色あせなどで色味が違うこともあるわ。そうなの？今回は違和感なく仕上げることができたわね。わかったのだ。ご視聴ありがとうございました。